怪物は怪物の顔をしていると思いますか？いいえ、悪は普通の顔をしています。バーチャル怪談百物語。今夜お話しするのは怪物についての物語ではありません。もっと身近でもっと救いのない人間の恐ろしさについての怪談です。私たちは巨悪を想像するとき、牙を持った怪物や狂った独裁者を思い浮かべます。しかしある女性は言いました。悪はそんな顔をしていない。悪は思考の欠如から生まれると。1961年4月11日から12月15日、エルサレム地方裁判所にてアイヒマン裁判が改定。国際的に注目を集めた史上初の人道に対する罪の公開裁判の一つ。アドルフ・アイヒマン、1906年から1962年、ナチス親衛隊中佐、ユダヤ人問題の最終解決、担当部署 RSHA 第4局 B4 課の責任者としてヨーロッパ各地からアウシュビッツなどへのユダヤ人大量移送を指揮した。1961年、イスラエルのエルサレム、世界中の記者が防弾ガラスで囲まれた一つの法廷を見つめていました。被告の名はアドルフ・アイヒマン。ナチスドイツの元高官であり、数百万人のユダヤ人を絶滅収容所へ送り込む輸送計画の責任者。そう、アイヒマン、150万人を処理した男。彼は引き金を引かなかった。ガス室に近づくこともなかった。ただ机の上で万年筆を走らせるだけでよかった。その署名の一つで人間が貨物になった。家畜用の列車に何十人もの人間が押し込まれ、水も食料も与えられぬまま数日間、子供は泣き叫びながら親から引き離され、老人は歩けなければその場で銃殺された。列車が到着した先では使えるか否かの選別が待っていた。健康な者は奴隷として強制労働へ、衰弱死するよう計算されたわずかな食料と引き換えに、選ばれなかった者はそのままガス室へ歩かされた。収容所の中ではさらに想像を絶する行為が待っていた。麻酔なしの外科手術、極寒の水槽に沈められる低体温実験、双子の子供たちを使った遺伝子実験。実験が終われば用済みとして殺された。これは戦争の副産物ではない、綿密に設計されたシステムとしての殺戮だった。ホロコーストで命を奪われた人の数600万人、そのうち150万人以上がアイヒマンの指揮した輸送システムによって死へと送り出された。彼は言った。命令に従っただけだと。だからこそ彼は最も罪深い。アイヒマンが指揮した移送により、ハンガリー、ポーランド、フランスなどから約150万人以上が強制移送されたとされる。彼は1945年の敗戦後、偽名を使い南米アルゼンチンへ逃亡。1960年5月11日、イスラエルの諜報機関モサドにブエノスアイレス郊外で身柄を拘束された。世界は彼がどれほどの悪魔なのかを確かめようとしていた。法廷でのアイヒマンの様子は多くの傍聴者、記者を驚かせた。
彼は感情を見せず官僚的な言葉で証言を繰り返した。裁判の様子は世界に向けてテレビ中継され、当時37カ国で視聴された。彼は引き金を引かなかった。だからこそより深く罪深い。銃を持たずガス室に近づかず、机の上で万年筆一本で150万人を死へ送り出した男。それがアイヒマンだ。殺したのではなく処理した。その冷徹さが彼の残虐さの本質である。しかし法廷に現れたのは誰もが予想しなかった姿だった。眼鏡をかけ少し神経質そうに書類を整える、どこにでもいる初老の男。彼は叫ぶことも邪悪に笑うこともありません。ただ落ち着いた声でこう繰り返したのです。私はただ命令に従っただけです。良心の呵責などありません。私は法律を守り、自分の職務を忠実に果たしたのですから。私は法律を守っただけです。彼は数百万人の死を仕事の結果としてしか見ていませんでした。列車をいかに効率よく運行させ、時間通りに目的地へ着かせるか。彼にとってそれは郵便物の仕分けと同じ事務作業に過ぎなかったのです。私はただ命令に従っただけです。良心の呵責などありません。私は法律を守り、自分の職務を忠実に果たしたのですから。ハンナ・アーレント、1906年から1975年、ドイツ生まれのユダヤ系政治哲学者。1933年にナチス政権の迫害を逃れてフランスへ亡命。1941年に米国へ渡り、ニューヨーカーとして活躍。ニューヨーカー市の特派員としてエルサレム裁判を傍聴した。彼女の傍聴記事はニューヨーカー市に1963年に連載され、同年エルサレムのアイヒマン、悪の陳腐さについての報告として刊行された。この光景を最前列で静かに見つめていた女性がいた。哲学者ハンナ・アーレント。彼女自身ナチスの迫害から逃れた過去を持つユダヤ人でした。目の前にいる男は狂信者でも怪物でもない。あまりにも普通で、そして致命的なまでに船舶だったからです。アーレントはある結論に達します。悪とは特別な人間に宿る病ではない。それは普通の人間が思考することをやめたとき、爆発的に広がるもの。彼女はこれをこう名付けました。悪の凡庸さ、Banality of Evil。思考とは自分自身と対話すること。アイヒマンは自分との対話を破棄し、組織のルールという機械の一部になった。だからこそ彼は思考を停止したまま世界で最も凄惨な犯罪を完遂できたのです。悪人は特別な悪魔ではなく、考えることをしない人間であることを拒絶した凡庸な官僚であると指摘しました。この悪の凡庸さは思考停止による無責任な行動がいかに大きな悪を生むかを示している。世界からの絶縁。アーレントの著書は出版直後から激しい論争を巻き起こした。ユダヤ人組織や知識人からアイヒマンを擁護している、犠牲者を侮辱していると批判され、長年の友人ゲルシュム・ショーレム、ユダヤ思想家との絶交にまで発展した。一方でこの概念は哲学、社会学、心理学の分野に深く根付き、スタンレー・ミルグラムの服従実験1963年やフィリップ・ジンバルドーの研究にも影響を与えた。
彼女がこの考えを本にまとめると、世界中から激しい非難が浴びせられました。アイヒマンを擁護するのか、犠牲者を侮辱していると、かつての親友たちも彼女から離れていきました。しかしアーレントは孤独の中でこう答えました。私は真実を書いただけ。悪を理解することは悪を許すことではありません。私たちは直視しなければならないのです。この男が私たちと同じ人間であること。アーレントの思想の核心は思考の力。自分の行動を批判的に顧み、結果を深く考えることの重要性を説きました。公共性と行為、人々が異なる意見を交換し、共に世界を創造する公的な場での言論と行為こそが政治的自由の実現と人間の本質的活動であると考えました。アドロフ・アイヒマンは1962年6月1日、イスラエルにて絞首刑に処された。ホロコーストを直接指揮した人物が法廷で裁かれた史上初の事例の一つ。ハンナ・アーレントは1975年12月4日に逝去。彼女の悪の凡庸さという概念は今日も現代社会の問いとして生き続けている。本当に恐ろしいのは、歴史に名を残すような独裁者ではないかもしれない。組織のルールだから、みんながそう言っているからと、自分の頭で考えることをやめて、大きな悪を生む。それが、どこにでもいる普通の人々です。今、あなたの隣にいる人、あるいは鏡の中にいるあなた自身、思考を止めたその瞬間、誰もがアイヒマンになり得る。今夜のお話はこれで終わりです。どうぞ今夜はご自身とゆっくり対話をなさってください。また次の夜にお会いしましょう。